じゃあ2021年の RCDC の、ね、ブース紹介の方でね、今年もやってまいりましたアキバンスさんですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このやっぱりカチッとした格好がいいですよね。ありがとうございます。緊張してます？いや大丈夫です。大丈夫ですか？まずは大人気のこちらの方ですね。はい、ありがとうございます。ジャービス WX。はい。これ本当に今調子いいですよね。調子いいですね。滑らかですね。パワフルです。はい。で、このアンプ、このタマさんから言う 10PX でもはい使えますよね、これ。使えます。ね。で、モーターがね、フレッチの10.5と 13.5 があるのかな。はい、そうです。で、これ中にファンが入ってて、中にというかエンド側ですね。後ろにで後ろから冷やすと。なるほど。センサーの部分をピンポイントで冷やします。それでやるのと、外からこういうファンだけをつけるとは何が違うんですか？全体をバランスよく冷やす。後ろから。ピンポイントでまずセンサーを冷やす、でコイルの部分も後ろから均等に冷やすっていうのがポイント。ああ、なるほど。はい。横から冷やすですとその部分だけが冷えて、じわじわと周りが冷えていく感じになるんですけど、そうするとやっぱり出力のバランスがちょっと崩れたりとかしますんで、もう後ろから均等に冷やすというところがポイントです。やっぱり一番熱くなって壊れちゃうのはセンサーですか？そうですね。センサー壊れるというよりも挙動が乱れる、車の信号の挙動がちょっと乱れたりするので、そこを温度が上がるとそうなってしまうので、それをまず抑えると。そうすることで最終的にスロットルワークに対する、レスポンスも良くなり、無駄な発熱もせずという感じで。なるほど。誤作動を抑えるという感じですよね。はい。また来た。今のお話簡単に言いますとね、モーターってコイル回してるところが3箇所ありますでしょ。ありますあります。で、この3つのコイルで、SN を見ていってるわけです、センサーを使って。でそうすると電気の流れ方っていうのは同じ温度であればコイルに同じように電気流れるんですが、普通今やられてるのはこのモーターの上にファンを置けますから、そこの部分のコイルは冷えるんですね。でそうすると冷えるとそこはよく電気流れるんですが、こっち側とこっち側のコイルは同じように見えないので、モーターの回転がバランスしてくるんです。ああ、そんな効果があるんだ。そうなんです。なので本当はモーター熱持たないのが一番いいんですけど、やはり皆さんスロットルをオンするので、そうするとオンオフすると電気が流れて、流れた電気が回転の方に行けばいいんですが、余ったものが熱として出てくるんです。この熱として出てきた時にコイルが熱を持つと抵抗値が上がるので、でそれがバランスよく全部同じように抵抗値が上がれば1握ったら1回るんですが、ばらけてくると1握っても 1 点に回ってしまったり 0.8 になったりということで、体の先では分からない部分はあるけどものすごくこうなってるんです。でこれをできるだけ使ってる方の意思に近い形で回すにはどうすればいいかっていうことがあって、で次にその信号を見ているセンサーですね、ここを冷やさないと信号にコンマ0何秒の範囲でばらつきが出てくるので、それをなんとかしようということで前々回、インタビューしていただいて、そうですね。難しいことは彼に聞いて。はい、わかりました。じゃあ戻りますね。いやもう喋ることなさそうですけど。いや今ね社長さん出ていただいてね、ここは社長さん専用でね3時間ぐらい取ってあるんですけどね、ちょっとこのぐらいにしときます。でね、あとこちらの方にもね、またいろいろあるんですけれども、しれっと置いてますけど、新しい、しれっとした新商品ですよね。このね、アキバンスさんのね、ケーブルがすごく評判がいいんですよ。ありがとうございます。柔らかくて、この新センス、ここに入ってる新センスがものすごい多い。多いってことは密度、電流を流すときには密度が大事でして、これが密度が多ければ多いほどよく電流を流せて発熱も、抑えられてと、いいとこだらけなので、あとは柔らかいと、そこがポイントかなと思います。本当にね、この配線とかハンダの職人みたいな人とかが、ありがとうございます。もうこれじゃなきゃダメだよって言うんですよ。
なんでって言ったら、とにかく柔らかくて、こういつも良さそうな感じがする。よく分かってらっしゃる。ありがとうございます。鈴木さんのファンだって言ってましたよ。多分ね。多分です。はい、じゃあ次行きましょう。はいはい、ブレイズですね。はい、ブレイズ。はい。キャパシタですね。これつけるとどうなります？基本的にキャパシタっていうのはバッテリーの、補助電源というイメージでして、まあ、モーターっていうのは加速したり電流を流した時に、バッテリーの電圧がどうしてもちょっと下がってしまうんですね。でその下がった分をぐっと補う。これがキャパシタなんですけども、一番新しいブレイズは補う力、補うスピード、まあ、抵抗値が低いっていうのがありまして、補うスピードとその補う量がかなり良いと、まあ、それによって結果的にパワーが上がったという感じになります。あとこちらのね、はい、超高速回転サム、はいはい、でなんか今回の一押しがあるって聞いたんですけど、今回の一番の目玉というかタオサードの新しい機能になりまして、まあ、こちらが、まあ、簡単に言いますと、まあ、パワーチェンジという名前なんですけども、ある回転数を境にその前後でパワー感を切り替えることができるという機能になります。でファンクションとしては3つ追加されまして、パワーチェンジポイント、こちらがですねどの回転数でパワー感を切り替えるかを決めます。要はその今ドリフトとかだとその縦のスピードっていうのを重視しているんですけど、加速の時に、要はここですごい滑らかにして、路面を捉えてその後途中からグッと出したり、そうですね、それが一番大きいと思います。もう一つがパワーチェンジスロープという機能でして、このパワー A からパワー B に切り替わるこの部分があまりにも唐突になりすぎますと、タイヤがかきすぎたりとかですね、まあ、トラクションが乱れたりとかそういうことがどうしても発生しますので、そこを滑らかにつなげるというこの部分を滑らかにする、そうですそうです、これも大事な新しいファンクションになります。もう一つがパワーチェンジレベルでして、これはもう単純にどの程度、まあ、基準はパワー A なんですけども、このパワー A はですねドライブ周波数で決めます。それに対してどの程度増減させるかパワーをですねになります。非常に面白いドリフトができるようになると思います。年内ぐらいをめどにちょっとリリースできると思いますので、ただ今のところはタオサード専用の機能、タオサード専用でかつジャービス WX 専用の機能になりますので、こちらを今お持ちの方はお楽しみいただけると思いますので。こんな感じですか？完璧です。完璧ですか？ありがとうございます。社長すいません、本当社長のために3時間に着取ったんですけどいつも応援していただいてありがとうございます。商品を使いでお困りのこととか、それからご質問あったら鈴木がいつもお受けいたしております。ありがとうございます。お願いします。